こんにちは、青に12号です。今回からこれを作っていきます。タミヤ24分の1日産フェアレディ 240Z ストリートカスタムです。これは今年の8月に発売されたキットで、2021年に発売されたフェアレディ 240ZG のキットから一部のランナーを差し替えたバリエーションキットです。240ZG のキットの段階ですでに素晴らしいキットでしたが、その素晴らしさはそのままに 240Z をベースにカスタムされた車両を作成できるようになっているようです。新たに加わったのは主にこのランナーで、カスタムパーツと一体になった短いノーズ部分のパーツや定番の渡辺のホイールなどがシャープなディテールで再現されています。また左ハンドル仕様のダッシュボードも追加されていて、北米仕様の DAT3240Z も作れるようになっています。ノーズ部分の変更に伴ってバンパーのメッキパーツが新たに用意されています。もちろん 240ZG の時に使われていた窓枠が別体のメッキパーツになっている素晴らしい構造はそのままキャリーオーバーとなっています。エンジン本体のパーツのランナーも 240ZG と同じものですが、金属製のエアファンネルが新たに付属します。窓などの透明パーツは相変わらずの完璧な透明度を持っています。これら透明パーツや足回りのパーツのランナーなどは既存の 240ZG と共通ですが、元よりバリエーション展開を前提に設計されているだけあって、新しい部分との整合性は全く問題ないようです。というわけで早速パーツを切り離していきます。エンジン全体を再現している構成のせいか、いつもよりパーツ数は多く感じます。ですが、一気に全てのパーツを切り離していきます。一部元となっている 240ZG のキットでしか使わないパーツもあるので、そういったパーツは先に切って避けておくと、使わないパーツを分けておくことができます。基本的に全てのパーツを切り離しますが、小さすぎるパーツは今の段階ではランナーごと切り離します。ランナーは普段使っているニッパーではなく、安い頑丈そうなニッパーで切ります。ランナーは大抵太いので、普段使っている精密ニッパーだと刃が傷んでしまうためです。安いと言ってもそれなりに値段がしますが、1000円以下で買えるニッパーを用意しておくと、ランナーなどを切るときに便利です。新しく買わなくても使い古したニッパーを使うというのも手です。ニッパーは毎日のように使っていると、どうしても 2,3 年くらいで切れ味が落ちてきます。刃を研いで使い続けるという方法もなくはないですが、対処方法としては付け焼き場にしかなりません。私はニッパーは消耗品と諦めて 3,4 年くらいで買い替えるようにしています。パーツの切り離しは2度切りです。ランナーから切り離すときにゲートを少し残して切り離した後に改めてゲートをトリミングします。今切っているノーズ部分のパーツはボディと接する断面のところは丁寧に切っておきます。ここのゲートが少しでも残っているとボディと合わせた時に隙間ができるためです。ここの合わせ目は実車にもある分割線となるので、パテ埋めして消すことができません。なのでゲートが少しでも残って合わせ目の幅が不均一になると、完成後もそのまま残ることになり、仕上がり感が悪くなります。といってゲート除去にヤスリを使うのも難しいところなので、デザインナイフなども動員してゲート跡を確実に平らにしておきます。今回はシャシー本体を塗装するところまで進めていきます。塗装する前に先に取り付けておくべきパーツは先に取り付けておきます。今取り付けているパーツはものすごく小さいパーツですが、シャシーに合わせるとピタリと合います。この辺りの合いの精度はさすがタミヤだと感じます。またあえてここを別パーツに再現しているという設計した人のこだわりも感じてしまいます。接着には流し込み接着剤を使います。パーツを合わせた後、合わせ目付近に少量流し込みます。少量でも十分くっつくので、流し込みすぎてパーツを溶かさないよう注意します。シャシーは一部ダボの突起を削るところがあるので、説明書でよく確認しながら指定の突起を削っていきます。右ハンドルと左ハンドル仕様とで削るべき突起が違うので、間違えないようにします。ここはバルクヘッドのパーツを後で接着しますが、それを接着する前に突起を削っておかないと、デザインナイフなどで削るのが難しくなります。リアのサスペンション部分の内装側に露出する部分のパーツも取り付けていきます。
ここは最終的に床のパーツを重ねますが、サスペンションの部分だけシャシー側のパーツが露出することになります。なので、この部分を塗装しておく必要がありますが、別パーツとなっているパーツは塗装する前に接着しておきます。一通り接着しておくパーツを接着したら、リア付近をセミグロスブラックで塗ります。シャシー全体を塗るのではなく、必要な部分のあたりのみを塗っています。どの部分が必要な部分なのかは、事前に床のパーツをはめてみて確認しておきます。塗ったセミグロスブラックが乾いたら、その部分をマスキングしていきます。ここは塗り分け境界を特に気にする必要がないので、シャシーのエッジ部分のみ丁寧にマスキングしておきます。凸型になっている根元の部分はテープが浮きやすいので、油断しているとその部分からこの後塗る塗料が吹き込んでしまうことがあります。ちなみにマスキング作業はセミグロスブラックを1日以上乾かしてから作業を行っています。ここはしばらくの期間マスクしたままとなるので、生乾きの上にテープを貼るとテープの跡が残ることがあるためです。マスキングが終わったらファンデーショングレーを塗っていきます。成型色が白なので光が透けるのを防ぐためと、一旦全体の色をグレーで統一するためです。成型色が白だと光が透けることがあるので、光を遮るために暗い色を塗っておくと効果的ですが、かといって黒を塗ってしまうとそこから明るい色にしていくのは大変なので、白と黒の中間ということでファンデーショングレーを塗っています。ただしファンデーショングレーは完全にニュートラルなグレーよりも少し暗いグレーのようです。ここからボディと同色のブルーを塗っていくわけですが、説明書の指示では LP41 マイカブルーを塗ることになっています。このマイカブルーという色はどちらかというと R34GTR に塗るようなベイサイドブルーのような色です。今回はもう少し濃いめのブルーにしたかったので、いろいろなブルーを検討した結果、LP47 パールブルーがなかなかいい色だと思ったので、この色で塗っていくことにします。マイカブルーと比べるとより深みのあるブルーになっています。この色の缶スプレー版はもともとはタミヤがレッドブル RB6 を塗るために用意した色でした。キットが絶版となった後も近年ビンラッカーとして新たに発売された色です。というわけでパールブルーを塗っていきます。先ほど塗ったファンデーショングレーの上から塗っています。パールブルーの隠蔽力は完全ではないので、多少は下地の色の影響を受けます。本来なら下地を白にしておいた方がパールブルーの本当の色を発色できますが、下地がグレーだとそれよりも少し暗い感じになると思います。今回はそれほど明るいブルーにしたいわけではないので、多少暗くなるくらいでちょうどいいかなという感じです。隠蔽力が強くない色を塗るときは濃度にムラが出ないように気をつけます。一度に濃く塗ろうとせずに薄く少しずつ塗っていきます。塗り始めはスカイブルーのような色になりますが、一旦全体をスカイブルーにするようなつもりで塗り、全体がスカイブルーになったと思ったら、そこから初めて濃いブルーを目指して塗っていきます。塗り始めから濃いブルーを目指すのではなく、一旦スカイブルーの中間点を通ってから本塗りに入っていくイメージで塗っていきます。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。青22号でした。